なんですけど、新潟県上越市にいます。地元の食材が売っているスーパーアルル村に来ています。最近気に入ってるスーパーです。この断熱塗装をしてリフォームした軽バンでの初めての車中泊旅です。北海道への極寒旅に行く予定だったんですけど、奈良市ということで自分の住んでいる地域、北陸周辺で一度極寒車中泊しておきます。北海道には及びませんが、今北陸にも寒波が来ていますので、山に行けばマイナス10度とかかなり寒くなります。このラプター塗装ですね、どのぐらい断熱効果あるのか、そして今日は車内で使う暖房をたくさん持ってきました。テストして北海道に持っていくものを決めたいと思います。ここに様々なガス暖房持ってきました。電気ストーブがあります。一番奥に風暖もあります。これはかなりあったかいです。これを使えば間違いないんですけど、ガスの消費量が半端ないので、ガスの消費量の少ないマイダンやこのカセットガスストーブですね、こういった小型のものを持ってきました。で、電気ストーブはこちらですね。これにファンを取り付けて試してみます。それでは一旦食材買ってきます。はい、冷蔵庫の電源入れておきました。今は雨が降ってるんですけど、まもなく雪に変わります。で、ここ上越市からですね、少し山に行ったところに安塚という場所があるんですけど、そこがかなり雪深い集落です。結構近いんですけど、まもなく日が暮れそうなのでちょっと不安ですが、行ってみます。やばそうだったら引き返します。今から走行するんですけど、走行充電器は切っておきます。というのもですね、走行充電器つけていると 400W、500W ぐらいで充電されるんですけど、車の電気を生み出すオルタネーターがノーマルです。軽バンなんでかなり貧弱なんですよね。走行充電しているとメインバッテリーの電力がそれているようで、走行充電器がカットになっていました。電力低下を感じたらカットになって、またメインバッテリーが回復したら走行充電が開始される仕組みです。なので問題ないんですけど、今から寒冷地行きますんで、メインバッテリーちょっと蓄えておきます。じゃないと次の日エンジンかからなかったら怖いですよね。サブバッテリーは 73%、336A ありますんで、全然問題ないと思います。今回の車中泊旅は、初日は雪深い村、そして2日目は標高を上げて極寒の地で車中泊します。4日間の予定です。心配なのがもう日暮れてきたんですよね。ちょっと山行くの怖いんですけど、ここまで来たら行ってみます。うわ、ここすごい雪の量やな。はい、道の駅着いたんですけど、今日お休みですね。真っ暗です。トイレは電気ついているんで使えそうです。あ、結構積もってますね。この先にですね、秘境の温泉があります。今回そこ行きたかったんですけど、もうこれ以上先は危険なんで、今日はここの道の駅で車中泊して明日の朝出発します。ここがですね、結構もう積もってて除雪されてないところなんですけど、膝ぐらいまで積もっています。これは積もりそうですね。
でソーラーパネルのこのラック、緩んでないかチェックしておきます。はい、大丈夫そうですね。誰もいないんで、すごい静まり返っています。それでは車中泊のセッティングしていきます。で今回の雪がですね、結構重たいんで、ワイパー上げておきます。この北陸の雪、ワイパー上げずに転がしていくと必ず曲がります。氷点下入りますんで、サイドブレーキはやめてパーキングに入れて、で輪止めしておきます。で今回はですね、ここに折りたたみ式のスコップ、そしてレベラー、輪止め、チェーンなど全てこの辺に入れています。次はシェードしていきます。ここのサイドのシェードは緩めに作っていて、でここのマジックテープで最後留めます。はい、これで密着されています。フロントなんですけど、こちらは市販のシェードになります。メルテックのキルティング加工のされているシェードです。結構これ布なんですけど密着してくれるんですよね。こちら側も隙間なく密着されています。でこれカバーついてるんですけど、最近まで自分知らなかったんですけど、これ最後なんとですね、ハンドルのカバーになります。よく考えられてますよね。で後部座席のシェードするんですけど、ここ換気扇使いますんで、もう窓少し開けておきます。ここはぴったり作ったんで、もう密着されていて外れません。走行中もここの窓は見ないんで、もう今回の旅はずっとはめっぱなしでもいいかもしれません。でここのシェードなんですけど、景色も見たいんで、すぐに取り外せるようにしています。一旦こうはめといて、で外すときはもうこれを引っ張るだけです。はい、セッティングが完了しました。いや、どのぐらい断熱効果あるか楽しみですね。このルーフの中に断熱材入れました。そしてサイドのドアの間ですね、こちらも入っています。そして今回作ったシェードの断熱、外装のラプター塗装の断熱も組み合わさり、どうなるか楽しみです。現在外気温は 0.9 度ですね。で車内は 16.8 度。先ほど車走行している時に暖房をつけてましたんで、その余韻がまだあると思います。でこちらなんですけど、一酸化炭素警報器です。でこの横は二酸化炭素濃度がわかる装置です。一酸化炭素は今濃度0ですね。ガスを使用した時に一酸化炭素が出ます。35ppm で8時間以内に軽い頭痛疲労感、50ppm で8時間で判断力低下、200ppm で 2,3 時間で生命の危険とのことです。で今回断熱したんで二酸化炭素の濃度も計測しておきます。現在3431ppm とかなり高いです。これ二酸化炭素濃度の目安なんですけど、自然界が 420ppm で 3000ppm までいくと頭痛やめまいがするそうです。で 5000ppm で労働安全上の上限、長時間 NG、10000ppm で健康被害の恐れ危険。キャンピングカーはかなり二酸化炭素濃度が上がりやすいです。というか車運転してるだけで 2000ppm まで簡単にすぐ上がります。軽キャブコンインディ727とかは後ろかも断熱してるのでかなり気密性が高いので 5000ppm まですぐに行きます。でも自分の場合ちょっとだるいかなと思うんですけど、意外といけるんですよね。今回は目安として見ていきたいと思います。できるだけ換気して空気入れ替えつつで暖房して温めたいと思います。今換気扇回さずにこの2つの窓開けました。これでどのぐらい下がるか見てみます。もうアホかっていうぐらい持ってきちゃいました。これ今回の旅で全部検証します。この岩谷の風なんですね。これはめちゃくちゃ強いです。あったかいです。冬の北海道でももうかなり使えました。これでガスの消費量が少なかったら最高なんですけどね。なのでこういったガスの消費量少ないタイプですね。こちらがもしかしたら断熱施工した軽バンでは使えるんじゃないかと思って今回試してみたいです。これがね一番ちっちゃくて多分一番弱いと思います。
で、これはマイダンですね。岩谷のマイダン。これも名機ですね。で、これがガスストーブです。この上で調理とかもできるんで、かなり冬の車中泊では楽しめそうです。で、あとはこちらは電気ですね。これは締め切っても暖房使えますんで、冬の車中泊では重宝します。ただ大量のサブバッテリーが必要になります。でも省エネタイプの電気ヒーターなんで、ある程度は使用できると思います。この窓2箇所開けてるんで、やっぱりちょっと寒くなってきたんですけど、でも二酸化炭素濃度が 2180ppm まで下がってきました。換気扇をつけずにこの窓を少し開けてるだけでも二酸化炭素濃度は下がっていくようです。少し開けた状態で暖房をつけるのが一番良さそうですね。では最初はこのストーブから試してみます。はい、結構雪降ってきましたね。現在、大雪注意報、雷注意報、強風注意報、波浪注意報、着雪注意報と5つも注意報が出ています。お餅に引き続きこの
上越名物スルテンというのもストーブの上で炙っていただきました。ストーブあったかいし美味しいし最高ですね。で今なんとですね、もう暑すぎて半袖になってます。お餅を焼くときに少し火力を大きくしたんで熱くなったっていうのもあるんですけど、なんと今温度なんですけど、外が約0度で中が25度です。思っているよりですね、このガスの小型ストーブあったかいです。しかも上のファンがあるんで、これあったかい風が車内ぐるっと回ってくれます。ただですね、この周辺もあったかくなります。こことかは別に暑くはなってないんですけど、こっち側のカーテンとかちょっと心配ですよね。ちょっとあったかくなっています。ただかなり小型なんで、ある程度のこのクリアランスは取れます。これを車の真ん中を置けたらもうめっちゃあったかいと思います。それかリフレクターみたいな自作して、この周りを熱いかないようにして前にするようにできればかなりいいかなと思いました。いやしかしこんなにあったかくなると思ってませんでした。このガスストーブはあったかさ合格です。ただ周りがちょっとあったかくなるのが無駄かなと思いました。前に来てほしいですね。料理もできるし、あとは気になるのが燃費ですね。で肝心のカセットガスなんですけど、今回かなり持ってきました。まずこの床下ですね、ここに2本入っていました。でここまだスペースありますんで、ここに3本入っています。でここの上部収納ですね、4本入れています。で1個ですね、もう強力な持ってきました。これなんとですね、ハイパワーカセットボンベ、外のマイナス5度まで対応しているやつです。前持ってたやつもあるんですけど、それはカセットガス、パワーガスなんですけど、そちらよりもなんか強いらしいです。これは北海道に1本持っていきたいですね。なので今回9本持ってきているんですけど、まだ持ってこようとすればこの電子レンジの横とか隙間もあります。で運転席の頭の上ですね、オーバーヘッドコンソールも少し空いてますんで、まだまだ持ってこれます。一箇所にまとめておくことはできないんですけど、バラバラにすれば意外と収納はできるなと思いました。ただカセットガスの場合使い終わったらガスボンベの処理が大変なんですよね。で一応ここに大容量のゴミ箱あるんですけど、一般ゴミで結構埋まってくると思いますんで、長期旅の場合はやっぱりカセットガスの使用量は少ない方が助かりますね。さあそれでは次はこのストーブ、ちっちゃい方ですね、こっちがやってみます。まだまだ半分ぐらい入ってますね。結構燃費良さそうです。一晩で1本という感じかもしれません。これほんとちっちゃいんですよね。これであったかかったらすごい軽自動車にはいいんですけどね。こういったものついてますんで、ここにはめてここでドリンク温めたりできるようです。はい、それでは弱火で使ってみます。まだまだ夜は長いです。とりあえずノンアルコールビール飲んで、ゆっくりテレビでも見ながら少しお腹空いたら晩ご飯食べます。はい、しばらくこの超小型のストーブを使っていたんですけど、小にしているとちょっと寒くなってきました。先ほどのストーブは車内が25度台だったんですけど、この小型ストーブの小にしていると24度まで下がっていました。そして火力を中に上げると今25度になりました。すごいこの熱源からストーブファンの間が短いんで、もうストーブファンがフル活動しています。すごい羽の音がします。小型ですがまあまあパワーありますね。でこの上でフライパンとか置けばストーブのように調理できそうです。じゃあ次毎段使ってみます。残り3分の1ぐらいですかね。毎段は久々に使います。この断熱したキャンピングカーでどのぐらいあったかいのか楽しみです。ストーブファンも意外とここそのまま乗ります。それではエコモードでいきます。はい、あれからですね、ちょっと10分ぐらいずっと毎段試してたんですけど、ちょっとですねこれあんまり良くないかもしれません。というのもこのストーブファンがあまり回らなくて熱が前に来ません。全部上に行って結構天井が熱くなっています。これ良くないですね。やっぱり毎段はこんな感じで上の棚とかに上げて使うんじゃなくて、この足元を置いて使うのが一番いいと思います。この助手席の上棚を作って設置するストーブに限ってはちょっと使えないですね。もう別にサーキュレーターもう1個必要になってきます。
ちょっと風でバーって前に送らないと使えないですね。そっか、こういったこともあるんですね。難しいですね。前段自体はすごいいい暖房なんですけど、高さのあるところでは熱を前に行きにくいんで、ストーブファンではなくて別の扇風機やサーキュレーターが必要になってきます。ここの足元はね、置きたくないんですよね。出入りで使うし、ここの収納棚も張り出します。この省エネタイプっていうんですかね、カセットガス1本で長時間使えるガス暖房に関しては、この小型のストーブとこの丸の円形のストーブですね、こちらが結構優秀でした。この風暖だったらもう一番あったかくて間違いないんですけど、省エネでいくなら一番これが合ってるかもしれません。前だけに熱がいきますんで、ちょっとファンの音がうるさいんですけど、今日はこれでしばらく運用してみます。でもっと寒いところですね、これでもあったかくなるのか、また明日以降も検証していきます。なんとですね、一酸化炭素が反応しています。 11ppm、 ちょっと嫌ですね。窓は開いている状態です。この小型のストーブが一酸化炭素を排出しているっぽいです。ちょっと緩めておきますね。でプラスレンジフードで換気しておきます。このダクトを窓にくっつけます。ここはマグネットにしています。はい、スイッチオン。はい、これでこのファンから吸い込んだ空気が外に行って、でここから新しい綺麗な空気が入っていきます。それではお腹も空いてきたんで、パパッと晩ご飯いただきます。今日は簡単にこのチキンラーメンと片栗粉、こちらであんかけチキンラーメン作ります。すごい簡単だけど美味しいんですよね。でこういったふりかけタイプの片栗粉ですね、これだったら混ぜなくていいんで車中飯でも使えます。なんかすごい豪華になりました。それではいただきます。熱々のあんが麺に絡んで美味しいです。お湯を少なめにしたんで、すごい濃厚なチキンラーメンの出汁が麺に絡んでいます。カニカマや野菜のうまみも入って、ただのチキンラーメンとは思えません。このエビの餃子っていうんですかね、小籠包どうでしょうか。あ、小籠包とチキンラーメンの出汁って合うんですね。熱々のあんが皮にまとわりついて、で噛むと中からじゅわっとうまみたっぷりの出汁が出てきて、うまさとうまさの相乗効果で口の中がめっちゃ幸せです。ごちそうさまでした。やっぱり袋麺のアレンジって楽しいですね。
あんかけで汁を少なくすれば汁の処分にも困らないんで、車中飯のいろんなバリエーションができそうです。はい、今換気扇つけていたらですね、この一酸化炭素は 5ppm や 3ppm とだいぶ下がってきましたが、この二酸化炭素はずっとね5000なんですよね。このガス暖房を使ってからずっと5000です。なのでこのガス暖房を使っている時はこの二酸化炭素濃度当てにならないですね。間違っている可能性があると思います。自分が二酸化炭素濃度で一番知りたいのは、夜寝る時暖房を全部切ってで締め切った状態で朝起きた時にどのぐらい二酸化炭素濃度が高いか知りたいです。結構下の方かなり冷たいです。なので隙間空いてますんで気密性もそんなに高くないと思います。なので二酸化炭素濃度はそこまで高くないかなと予想しています。今現在この小型のガスストーブで火力は小と中の中間ぐらいで、車内の温度は26度と結構あったかいです。さあ外の様子どうでしょうか。ちょっと周り見てきます。手袋に帽子で足のカバー厳重に行きます。ちょっと待って、これすごい量、過去一かもしれません。ミラーこうなってます。向こうにね車あるんですけど埋まってますね。なんかね雪がすごい大きいですね。あられじゃないんですけど、なんか降るたびにすごいポツポツ音がしています。かなりすごい。うわ、これはすごいな。まだ降ってるんでまだまだ積もりそうです。車いなかったんですけどね、1台車中泊されてる車がいてますが、ここの屋根もすごいですね。マシュマロが覆いかぶさってるようなそんな感じです。いや、安塚半端ないですね。こんなに降るんですね。ソーラーパネル、これ見てください。もう絶対発電しないですね。でソーラーパネルとの間にも雪が入っちゃってます。これ重み大丈夫でしょうか。さあ、そしてこのワイパー見たことないですね。こんなに積もるんですね。これリアも立ってきます。すごい。ちょっと曲がっちゃってるっぽいですね。もうボディまで来ました。リアも立てとかないとダメですね。とりあえずもう寝ます。また明日の朝雪を投資します。ほんと一瞬ドアを開けただけでかなり雪入ってきます。でもこの小上がりニス塗ったんですごい水弾いています。お手入れはもうほんと簡単ですね。でズボンとか乾いてきたんで、もうこのガスヒーター消します。で窓は閉めて、で寝る前なんでこのミニ電気ヒーターつけていきます。ここの家電コーナー用に AC コンセントいくつかあります。今インバーターだけの消費電力は 10W です。今ついてるのはテレビだけですかね。テレビ 10W ってかなり省エネですよね。はい、じゃあヒーター弱でつけていきます。今 500W ぐらいですね。弱で 500W なんでやっぱり電気ヒーターって消費電力高いですね。窓よく見ると結露で濡れてますね。この鉄のフレームのところが濡れています。この今背もたれのところですね、ここのフレームを
かなり水滴がついています。ここの間も結構ありますね。このリアのとこもすごいですね。ここかなり水滴があります。一応軽く拭いておきます。北海道でこの車で極寒の車着した時はこんなに結露ついてなかったと思います。やっぱり北陸って湿度高いんですね。雪も重たいのが大量に降りますんで、除雪のありがたみを本当に体感します。いつもありがとうございます。明日早めに起きて除雪の邪魔にならないようにしたいと思います。ではパジャマに着替えてベッド展開していきます。パジャマはこのフリース生地のパーカーにダウンパンツ、こちらで眠ります。今日は氷点下なんですけど、マイナス10度以下とかそこまで寒くならないんで、もうシュラフ一重でいきます。こっち側のダウンシュラフは使わないでおきます。でその代わりこれ USB の電気毛布使ってみます。もうほのかにあったかいです。そして念のためにこのカセットガス足元に置いておきます。北陸に住むまで知らなかったけど、北陸の雪は本当独特ですね。寒いけどそこまで寒くない、氷点下に入ったぐらいの雪なので、昼は雨で夜が雪というパターンが多いです。そして細い雪雲 JPCZ がよく突き刺さるので、気づけばドカ雪ということが多いです。そして冬でも湿度が高いんですよね。関西は乾燥しまくりだったので、冬に湿度が高いのはびっくりしました。やっぱり住んでみないとわからないことって多いですよね。明日はどのぐらいまで積もってるんでしょうか。朝起きたら雪下ろしからですね。それではおやすみなさい。おはようございます。ぐっすり眠れました。現在の車内の温度は8度ですね。そこまで下がってないですね。二酸化炭素濃度は4500です。まずは電気ストーブつけます。この電気毛布はやっぱりモバイルバッテリーが少なすぎてすぐに消えてましたね。超大容量のモバイルバッテリーが必要ですね。あったかいのはあったかかったです。はい、それでは外で雪落としします。うおー、すごいな。うわ、すごい。ここまで来ています。おー、すごいな。これは足がすっぽり埋まります。タイヤも昨日よりさらに傘が上がってもう7割ぐらい埋まっています。それではスノーブラシ取って除雪します。お、開いてくれた。ミラーの上すごいことになってます。フロントウィンドウなんですけどすごい積もってますね。もう、おー、すごい。こんなにも手が入りました。
っぱちょっと硬いですね。でフロントウィンドウはあったかいんで溶けてシャーベット状になっています。うわ、こっち側もすごいな。でね、フロントウィンドウはやっぱ雪重たいんですけど、この上の塗装したところですね、ラプター塗装はもうすごい簡単に通っていきます。滑るように雪が落ちていきます。あ、これ除雪めっちゃ楽ですね。こんな感じで滑っていきます。もうすごい。ワイパーガチガチに凍ってます。雪がちょっと溶けていて、それが凍ってる感じですね。さあ、そして屋根なんですけど、ソーラーですね。これ下ろしていきます。ソーラーはね、結構ツルツルなんで雪を落としやすいです。さあ、リアも落としていきます。やっぱりこのラプタ塗装いいですね。雪落としめちゃくちゃ簡単です。雪がくっつかないんですね。これちょっとくっつくんじゃないかと思って心配してたんですけど、表面がザラザラなんでくっつきませんでした。しかも傷つかないんで、もうガンガンいってもいけます。これソーラーの下なんですけど、昨日ね暖房つけてた場所がちょうどこの下らへんなんで、ここあったかったんで雪が溶けて凍ってますね。お、取れないですね。もうこれはこのまましておきます。雪の重みでソーラーパネルがへこんでるかなと思ったんですけど、どうでしょうか。ちょっと後でまた見てみます。なんかこの辺へこんでるような気もします。はい、屋根の雪もだいたい落とせました。一旦出たいんですけど、まあこれどうしましょうか。このまま行くとちょっと怖いですね。曲がりそうです、バンパーが。この折りたたみスコップで除雪します。このフロントだけ抜けておきます。結構やっぱ重たいですね。水分を多く含んでいます。輪止めが見えてきました。はい、救出しました。じゃあ車少し移動させます。さあ、エンジンはかかるでしょうか。ああ、いけた。あ、後ろのマフラーほんと3センチぐらい隙間空いてました。よかった。これマフラーが雪で埋まってるの気づかずにエンジンつけて、で暖房つけて亡くなった方いてますんで、皆さんぜひ気をつけてください。これはあんまり結露してないですね。この部屋も全くしてません。ちょっと隙間空いてるところがやっぱり結露しましたね。でもかなり優秀なシェードということが分かりました。前もところどころ結露してますね。ところどころというか、結構してますね。水が垂れた後ですかね、線みたいなのバーって入っています。やっぱりもっと密着させないとダメですね。これ収納するのは難しいですね。でも練習してきました。こう持ってぐるっと回して、はい、綺麗に一発でまとめましたね。これで収納できます。このくるっと回して収納するタイプのシェードは
なんかすぐ忘れちゃうんですよね。たまにやってないと忘れちゃいます。はい、除雪が入ってますね。いつもありがとうございます。さすが4区ですね。力強く出てくれました。道の駅がもうすぐしたら開きます。で、車内でご飯食べて待って、で、オープンしたら何かお土産買ってから出発します。マスコットキャラの雪だるまももう雪まみれですね。で、ここがトイレなんですけど、こんな張り紙があります。動物が出入りしますので閉めてください。ヘビやコウモリ、タヌキ、で、クマ、カエルです。もう本当に山深いんで動物がたくさんいると思います。道の駅の建物の屋根がこうやって落ちる仕組みになってるんですけど、この落ちた雪がすっごいですね。もう身長軽く超えています。上越市の安塚は本当に桁違いですね。青森県の塚谷に来たんかと錯覚するぐらいです。はい、少しドアを開けていた二酸化炭素濃度が 857ppm まで下がっていました。ちょっと足が寒いんでこのダウンルームシューズ履いておきます。はい、かなり暖かくなりました。この車の底、昨日の夜からですね、かなり冷気が溜まっていました。上は暖かくても足下ろすとかなりここは冷たかったです。もうこの気がなく直接マットの上に足を下ろしているとかなり冷たいと思います。この怖がりは作って本当良かったです。せっかくなんで景色見えるようにこちらの窓取っておきます。あれ、ちょっと待って、なんかね、すごい黒いすすが出ています。このコンパクトなミニストーブ結構優秀だったんですけど、よく見ると黒いすすが結構ついてますね。なんか昨日この小型のガスストーブつけてる時だけ一酸化炭素濃度が上がっていたんですよね。普通は言っても1桁ぐらいなんですけど、この小型ストーブ使うと13とか15とか普通に言っていました。その原因がこの黒いすすだったかもしれません。となるとこの丸型のストーブが今のところいいかもしれません。燃料消費コストがどのぐらいかによりますね。結構消費するんだったらもうこの信頼と実績の岩谷風暖の方がいいかもしれません。それでは電気ストーブから風暖に切り替えます。わあ、久々なんですけど、これもう桁違いのあったかさです。もう風がすごい来るんですよね。それでは弱で運用していきます。で、窓開けで換気しておきます。さあ、そうこうしてる間に道の駅開いたようなんで、ちょっとパンか何か買ってきます。あ、コーヒーありますね。はい、今店内でコーヒー待ってるんですけど、窓からの景色すごいですよ。もう雪の山で何も見えません。あ、郵便局の車いますね。全く同じ色ですね。
ごちそうさまでした。美味しかったです。それではパパッと片付けて出発します。野菜など余ったものは封して冷蔵庫に保存して、また後で使います。なくてもいいんですけど、やっぱりトースターあったら便利ですね。食の楽しみが広がります。よく視聴者様からこの電子レンジですね、こちらをオーブンレンジにしたらいいんじゃないですかっていうコメントをいただきますが、オーブンレンジにしない理由がいくつかあります。一番大きいのがやっぱりサイズですね。ここにはまらなくなってしまうっていうのがあります。でもですね、ちっちゃいやつあればなんとかはまるやつもあったんですけど、1点問題がありました。それはリアのクリアランスです。奥にスペースがないと取り付けできません。このレンジの場合はそのスペースが結構短かったりしますんで取り付け可能なんですけど、オーブンレンジの場合は後ろ左右上に何もない空間が必要になります。なのでここに取り付けたらですね、多分このぐらいまで出ないといけません。ただそれもですね、このスライドレール取り付ければ使う時だけ前に出せば解決しますが、他にも理由ありました。例えばパンを焼くに限って言えば、このオーブントースターの場合は予熱時間は不要なんですけど、オーブンレンジは10分から15分必要になります。で、調理時間は2分から5分なんですけど、オーブンレンジの場合は10分から30分と結構長いようです。で、消費電力もオーブントースターは 800W ぐらいで、オーブンレンジは 1250W ぐらいと、結構消費電力もオーブンレンジ高いんですよね。なので家で使う場合であればスペースも結構ありますし、消費電力もそこまで気にならないと思うんですけど、キャンピングカー内ではスペースもないし消費電力も気になるので、この2個体制にしています。で、このオーブントースターはもう一人用のモデルのかなりコンパクトなやつにしてますんで、どこでも入ります。自分もオーブンレンジが本当は良かったんですよね。調理の幅も広がるんで。でもこういった理由で断念しました。さあ、出発準備して行きたかった秘境の温泉に行きます。ここからもう10分ぐらいで到着します。あ、まだ降ってますね。いや、すごい量になってきました。これは視界も悪そうですね。ゆっくり気をつけながら運転します。今現在ここの積雪なんですけど、100センチです。えぐいですね。そういえばここの窓ぴったりフィットしてるんですけど、結露どうなんでしょうか。一回外してみます。さあ、どうでしょうか。おお、結露はしてるんですけど、ちょっと少なめですね。やっぱりフィットさせることが重要ですね。インマットの方はそんな濡れてないですね。はい、じゃあまた戻しておきます。今回もこれはずっとはめときます。走行中はテレビ外しときます。これ100均とかで売っているんですけど、片手で軽い力でコンセント抜けます。この隙間に固定していきます。固定方法なんですけど、ちょっとこれ見えにくいんですけど、マジックバンドで引っ張ります。ここにフックみたいなのつけています。で、引っ張ってでこれで固定します。ちょっと開けてみますね。後ろから見るとこんな感じです。このマジックバンドですね。これを引っ張って貼り付けて固定します。下はもうビスで留めています。またしばらくの間このカセダンお世話になると思いますんで、もう前で固定しておきます。はい、ありがとうございました。いやー、やっぱりこういう時四駆は心強いですね。で、この先まっすぐ行くと長野県に抜ける峠なんですけど、もう通行止めで行けません。その手前に温泉があります。
入り口が見えません。ここ旅館も併設されてるんですけど、もう入るところあのスペースしかありません。このハイエース、宿泊された方の車だと思うんですけど、もう埋まって出ることができません。もはやハイエースというのも分かんないぐらい埋まってますね。でその隣なんですけど、これ多分軽自動車だと思うんですけど、もう全然何の車か分かりません。これ多分一晩だと思うんですけど、すごいですね。車出すだけでも重労働になりそうです。短時間でもワイパー曲がっちゃう可能性あるんで上げておきます。着替えはリアのスペースに入れています。ここに約1週間分の着替え入れています。ここ1年ぐらいで入った温泉の中で一番良かったです。内湯一つしかなくて狭いんですけど、誰もいなく貸し切りでした。そして温泉の質がめちゃくちゃ良かったです。源泉かけ流しで超高温でしたが、温度下げる用の水はありました。少し濁っていて湯の花がたくさん浮いていました。そして匂いもね、すごい温泉の香りがして、もうこのまま体を洗い流さずに上がりたい、そういう風に思わせてくれる温泉でした。さあこれからなんですけど、せっかくここまで来たらですね、行けるとこまで行ってみたいですね。除雪されていたら通行止めらへんまで行けるんですけど、もしかしたらそこまで行けないかもしれません。ちょっと行ってみますね。これより先はどんな景色が待っているんでしょうか。はい、これをね、右に行ったら長野県の方向です。さあ行けるんでしょうか。あ、意外と除雪されてますね。進んでみます。あれ、あらら、行き止まりです。ここまでしか除雪されていません。もうこの奥はですね、1メーター以上の雪がずっと道に積もっています。あ、なんか車来ましたね。すみません、ありがとうございます。すみません、ありがとうございました。いや、類は友を呼ぶって感じですね。冒険好きな人種がいますね。あれ結構夜中だったら怖いかもしれません。横崖なんでお昼で U ターン見てくれて助かったかもしれません。はい、ちょっと降りたところの駐車場に止まりました。いや、残念でしたね。このまま長野県側に行きたかったんですけど、行けないんで一旦山降りて、で高速乗ってぐるっと回って長野県側に行こうと思います。今回このリフォームした軽バンで車中泊してみて気になっていたポイント、断熱塗装の断熱効果なんですけど、結構あったんじゃないかなと思います。朝方氷点下入っていてマイナス1度以下だったんですけど、車内は8度ぐらいありました。去年ノーマルの車で車中泊した時より全然温度は高いと思います。ただ DIY で断熱したりシェードつけたりしたんで、そちらの効果の方が高いとは思うんですけど、この塗装と相まって断熱効果が上がったんだと思います。でこれ触ってみるとね、そんなに冷たくないんですよね。この鉄のところはもうめちゃくちゃ冷たいです。結構効果あったと思います。あとはこの二酸化炭素濃度ですね。気密性も分かりました。今ドア開けて 1040ppm なんですけど、やっぱり朝起きた時ですね、締め切っていたら 4000ppm 以上ありました。断熱などしたんでかなり気密性は上がっていると思います。自分は 4000ppm ぐらいあっても平気なんですけど、人によっては気分が悪くなるかもしれません。なので少し窓を開けて、結露対策にもなりますんで開けて寝た方が良さそうです。ただ車内は冷えると思います。難しいですね。今日はちょっと開けてみようと思います。そしてこのストーブ比較なんですけど、で全部使いました。で新しい3つは風段以外はだいたい火力は一緒って感じですね。やっぱりこの風段だけもう段違いであったかいですね。正直マイナス10度ぐらいまででしたら
今回使った3つの新しいカセットガスストーブでも問題なさそうですが、やっぱり炭が出たり、上がすごく熱くなったり、周辺が熱くなったり、ちょっとコントロールが難しいなと思いました。なのでやっぱり風暖使っといたらもう間違いないですね。結構このストーブ型のカセットガス暖房は上で調理もできて楽しかったんですけど、少し改良を加えないといけなさそうな感じもしました。それでは今からさらに標高を上げて、今日は湯たんぽなど試してみたいですね。さあ、ここから山を降りて上越市内の高速道路を目指します。うわ、もうこの辺はすごい綺麗に除雪が完了していて、アスファルト少し見えてますね。ありがとうございます。すみません、ちょっと事故を起こしまして、警察連絡したんですけど、はい。はい。大丈夫でしょうか。はい、大丈夫です。はい。では、事故のご連絡ということでございまして、まず大変でございましたが、お怪我された方いらっしゃいませんか？